こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は、これをすれば多くの悩みは解決。優しくて真面目な人たちへというタイトルでお話しします。優しくて真面目な人って悩むことが多いです。なぜでしょうか？それは他人には優しくできても自分自身には厳しくて自分を許してあげれないからです。自分を自由にしてあげれないから、だから悩みが多くなるんです。でももし自分を許すことができれば、今まで随分悩んでいたこともあっという間に解決されます。今回の話は自分を許すことで多くの悩みが解決するというものです。例えばブラック企業で働く社員です。毎日毎日残業続きで一生懸命仕事を頑張っています。一つ片付ければまた次の仕事が入ります。休む暇もなく、容赦なく大量の仕事が自分の元へ次から次へとどんどん来ます。これが終わればちょっと休憩できるということもなく、ずっと働き詰めです。体調が優れなくても、お休みも取れないし、病院へも行けません。上司からいいように使われ放題です。辛いな、しんどいな、とは思っても、会社を辞めることは絶対に考えられません。なぜならそれは逃げることと同じだからです。親からも言われています。弱音を吐くんじゃない、若いんだから頑張れ、と。どんなに苦しくても自分の体に鞭を打ち、朝は早くから夜遅くまでずっと働き続けます。あまりにも過酷な労働条件で体も心もボロボロなのに、それでもずっとやめないで一生懸命頑張り続けます。逃げたら負けだから、ルーザーにはなりたくないからと思って。別の例ですが、自分勝手な親と同居している人の場合です。この親は常に子供を否定しまくり、ネガティブなことばかりを言います。自分の思い通りにならなければ小さな子供のようにだだこねます。子供を自分の分身だと思って成人した子供に対してもいつまでもコントロールしようとします。そんな親と同居していれば子供も息が詰まります。ああ、本当に嫌だな。こんなネガティブな親と一緒にいれば自分まで暗い気持ちになる。年がら年中ネチネチと人の悪口を言ったり否定的なことばかりを言う親です。本当に嫌気がさす不愉快だ。そうは思ってもずっと親と同居するつもりです。いつまでも親元を離れようとはせず、嫌だ嫌だと文句を言いながらも今後もずっと一緒に暮らすつもりです。なぜこの人は親元を離れられないのでしょうか？それは自分が家を出ることは親を捨てることと同じだからです。親が嫌いでも自分の親なんだから近くにいなければいけないと思っているんです。自分がやりたいことも我慢して親の近くにいて親の面倒を見ます。どんなに嫌でも自分が面倒を見なければ絶対にいけないと信じています。前例のブラック企業の社員も嫌な親と同居する人も自分を縛り付けています。その縛りの背景にあるものは就職した会社ではどんなことがあっても絶対に辞めたらいけないとか、
親には優しくしなければいけないという本人の強い思い込みです。この強い観念がこの人たちを縛り付けて苦しめています。冷静に考えれば他人に縛り付けられているのではなく、自分で自分を許せず、自由にしてあげれず、自分自身を悩み苦しませているということです。自分が自分を許せないのは、もともとは親や世間の影響を受けて、不当な信念を自分の中に植え付けたからです。子供の頃から、人には優しくしなければいけませんよとか、一旦始めたことは最後まで立派にやり遂げなさいとか、他人に尽くさなければいけませんよとか、徳を積まなければいけないというような言葉をずっと親から言われ続けてきました。子供の頃にそのようなことを何度も繰り返して聞けば、自然とそれは正しいことだと思うようになります。そして一旦自分の中で正しいこととして確立されれば、その後はそれを疑わず、当然のこととして受け入れます。よくよく考えれば、かなり不当で理不尽なことでも、こうするのが正しいと確信までしています。このように苦しむ人たちが悩みから解放されるのは、まずは自分が思い込んでいる不当な信念に気づくことです。そしてその上でその信念を手放して自分を許してあげることです。自分を呪縛から解放してあげることです。縛りを解いて自由にしてあげれれば、それだけで今までずっと悩んできたことがすっかりなくなることもあります。自分は立派でなくてはならないとか、自分は我慢して努力しなければいけないとか、何々するべき、何々してはいけないという観念を手放して、立派なことができない自分を許してあげる。嫌なことから逃げてしまう自分を許してあげる。だらしがない自分でもいい。親の面倒を見れない自分でもいい。辛くてしんどい仕事から逃げる自分でもいい。良い人間でなくてもいい。人の役に立てない自分でもいい。どんな自分でも OK を出してあげることです。これが悩み解決のためには非常に重要です。そんな自分勝手なことをと反論する人もいるでしょう。しかし自分勝手はやめて今まで通りずっと我慢していたら自分はどうなるでしょうか。不当なほどの仕事量なのに自分に鞭を打って無理に無理を重ねればそのうち自分は病気になります。深刻な体の病気かもしれないし、メンタルを病んでしまうかもしれません。いずれにせよ自分の健康状態を損ない、そのせいで会社にも行けなくなります。その方がずっと会社に迷惑がかかります。長期間復帰できなければ、会社の方も自分を捨てるでしょう。そんな人間は必要ないとゴミのように簡単にポイッと捨てられてしまいます。そうなったら自己犠牲を払ってまで無理して過酷な労働条件で働いていたことはつまらないし馬鹿らしいと思えます。健康を損なう前に転職してしまった方が無難です。理不尽な要求ばかりしてくる親とずっと一緒に住んでいれば、自分のやりたいこともできなくなります。自分は嫌なのに親がこう言ったからと言い、親の言う通りに従えば自分の人生を生きられなくなります。それで自分は幸せでしょうか？高齢の親と中年の子供の間で起きた家庭内の事件のニュースは他人事のように聞こえます。でもずっと我慢ばかりして
自己犠牲を払い続ければ他人事で済まなくなるかもしれません。事件に発展しなくても自分は幸せな人生を歩むことはできなくなります。そんなに大きな自己犠牲を払ってまで親に尽くさなければならないのでしょうか。表面上は立派なことをしていても、義務感で無理に我慢してやるときには、自分は心底ハッピーではありません。どんなに素晴らしいことでさえ、それをやるときの自分からは嫌なオーラが出てしまい、そのネガティブ波動が周囲の人たちにも伝わります。嫌な顔を見せないように作り笑いをしていても、他人にはすぐに見抜けてしまいます。ああ、この人無理してるな、と明らかです。どんなに笑顔を見せようと頑張ったところで、やはり悪い波動が出ています。逆に自分自身に正直になり、心底望むことをするときには、たとえそれが立派な行いでなくても、幸せを感じながらやっているので、幸せオーラが放出されます。自分では自覚しなくても、自然と軽やかで心地の良い波動が自分から出ています。こういう雰囲気は周囲の人たちを安心させ、明るい気持ちにさせるものです。ハッピーオーラは近くにいる人たちまでも幸せな気持ちにさせてあげます。浮かない顔で立派だと思われることを無理してするよりも、自分の心に正直になり、自分自身が心底やりたいことをやる方が、自分も幸せになれるし、周囲の人にも良い影響を与えられます。たとえそれがあまり立派な行為でなくても、自分から出る軽やかな波動が近くにいる人たちを明るい気持ちにしてくれます。良い人でいよう、立派な人間でいよう、最後まで立派に成し遂げよう、他人に尽くそうというのは、大きな自己犠牲を払ってまですることではありません。まずは自分を満たすことが重要です。そのためには自分で締め付けている縛りを解いて、自分自身を自由にしてあげることです。立派な自分でなくても自分を許してあげることです。自分の気持ちに正直になって、無理に嫌なことをしなくてもいいんだよと言ってあげることです。そうすることで、今までこんなに悩んでいたのに、今ではすっかり問題はなくなったと喜べます。他人に優しくて真面目な人、自分にも優しくしてあげてください。不当な信念を捨てて、自分を許してあげてください。ということで今回はこれをすれば多くの悩みは解決、優しくて真面目な人たちへというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。